最近買ったもので言うとこの辺ですかね。Mac mini です。今流行ってるというよりは、ちょっと前に流行った感じすらもうありますが、普段使っているこういったパソコンに、全て AI にジャックしてもらうのはちょっと怖いなみたいな、危険性みたいな観点とか、あとは MacBook って閉じちゃうとね、動かないので、そこら辺をもう本当にずっとつけっぱなしで動かせるマシンとしての Mac mini なんですけど、正直まだ使い道を模索段階ではあります。いずれ多分動画にはすると思います。で、上は GoPro みたいなカメラですが、可愛いですね、見た目が。何よりも見た目が可愛い。インスタ 360Go ウルトラ。ボタンがあります。オレンジ色です。可愛い可愛い。で、これを押すと、カチャッと。はい。はい。カメラ本体と、受信機というかね、モニターついてるこっちが本体かな。この2つが分離して、例えばこっちはね、マグネットでいろいろとつけられるので、服につけて、それを、別の場所でモニターで映像を流しながら、確認することもできるし、カメラだけ独立させることで、つける場所を選ばないというか、本体シンプルに軽くできたり小さくできたりっていうメリットを享受できます。普通のアクションカメラのような感覚で僕は使っていきたいなと思っているんですけど、何せね、アクションカメラを使うシーンってそんな多くないので、ちょっと今後どれぐらい使えるかですね。で、あと、これかな。はい。指輪ですね。ペアリングを手作りで作れるメーカーっていうんですか、ブランドはいろいろと都内だけでもあるんですけど、クラフィーというところを選びました。結構ね、デザインとか素材とかも含めてバリエーションがあるんですが、この辺がサンドブラストというか、タタタタタタッと、光沢感が変わるような仕様になってて、他は普通の光沢仕上げですね。ここでこうひねられる感じ。シンプルながら少し一癖あるようなデザインでかなり気に入ってます。そんなわけで結婚をしました。はい。一応それだけではあるんですけど、大学生ぐらいからこの YouTube は大学1年生からやっているので、その時から見ていただいている方には、だいぶ親戚のね、人みたいな感覚で、ちょっとね、見ていただく方もいるんじゃないでしょうか。長きにわたり見ていただき本当にありがとうございます。だからといって何か別に YouTube 上で変わることはないんですけれども、末永く見ていただければと思います。もし、結婚式とかのね、話をもう少し詳しく聞きたいという方がいらっしゃいましたら、プレダクツポッドキャストグッドツールズラジオというのがあるんですけど、そこでなぜか僕の結婚式に安藤さん、小山さんに触れていただいているので、式の話が聞きたい方はぜひ概要欄からそのポッドキャストを聞いてみると少し、雰囲気が伝わるかもしれないです。そういった、ちょっとした報告とかお知らせとかご相談みたいなのをギュギュッとまとめた動画にはしようと思っているんですが、今のが一つ目で、もう一つが、会社を退職しましたというお話です。2社目に入りましたというのは、YouTube とノートの方で詳しくお話をしたんですけれども、その会社を本当に短い期間ではありますが、在籍して退職をしたという形ですね。やっぱりちょっと、ある種挑戦してみようみたいな感覚が強まったという、本当に個人的な勝手な都合になります。何か悪いことがあったとか、不都合な事実があったとかいうわけでは全くなくてですね、新卒で会社に入って、で、フリーランス期間みたいなのがあって、2社目入って今という状況なんですけど、この途中のフリーランス期間でやっぱりいろいろと学ぶこと、気づくことは多かったようで、その際には、2社目に入社した際には、なかなか言語ができていなかった、自分でも認識できていなかった部分も多かったりしたので、そうなので会社の方には、迷惑しかかけていないことを本当にこの場でも改めて謝らせてもらうんですけれども、ちょうど1年前の4月に、最初のフリーランス期間に入ったわけなんですが、改めて1年経ってまた戻ってきたという形で、これもまた動画の内容に直接関わるわけではないんですが、会社に入った自分みたいなところを
応援してくださった方も少なからずいたと思うので、そういった方々にはこう誠心誠意でご報告したいなというふうに思ったのと、実際にこう今後の動きを見て楽しんでいただければなというふうに思っています。とりあえず頑張りますというところですね。で、変わらずコンテンツを、よりね、盛り上げていければというふうには思っておりますので、どうか末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。で、3つ目。これはちょっとしたお知らせなんですけれども、今ここに映ってるこのスピーカーです。なんかある日から突然置かれて、特に詳しい説明もないまま、ここまで来たんですけれども、このスピーカーギフティングをいただきました。関東オーディオという、メーカーのオラというスピーカーですね。で、これはですね、直近でグッズプレスという媒体で雑誌、紙媒体およびウェブメディアにて、今回このスピーカーを置いた僕のデスク環境っていうのを取材いただいています。関東オーディオさんからグッズプレスさんへのスポンサードの広告記事みたいな形で今回でその出演という感じでオファーをいただいたような形です。実際このスピーカーはすごく良くて、デスクトップスピーカーっていうのが久々だったっていうこともあって、すごくこう包み込んでくれるような感じがあります。どこか高音とか低音にフォーカスされているというわけではなくて、バランスよくずっとこう流し続けていても疲れのないような、そういったサウンドですね。で、かつ、この見た目ですよね。すごくシンプル。大抵スピーカーってロゴとかがこうフロントにバーンと出てくることが、多いんですけど、これは本当に機能最優先で、この特に前面部分、側面部分のデザインを構成されたんだなというふうに思っていて、すごく気に入っています。基本的に音楽とか、ポッドキャストとか家で流すときにはここからつけてて、デスクの前が完全に特等席になりましたね。存在感こそあるんですけど、デスクの中で派手に主張してこない、すごく好きなスピーカーになりました。またね、デスクセットアップに関しては動画にしたいと思っています。もうちょっとね、アップデートしたい箇所があるので、それを続報をお待ちください。それもまた動画にはしますのでね。で、このタイアップ記事は、概要欄に Web 記事も貼っていますし、雑誌の方でも見ることができるので、もし機会あればぜひぜひ、お近くの書店等でお買い求めください。で、最後ですね。ちょっとこれは、ご相談になるんですけれども、さっきの独立したみたいな話も含めてになるかもしれないんですが、直近でですね、メンバーシップを開始しようと思っています。で、つきましてはですね、今回の動画はその内容等についてのご相談になります。僕としてもなんか結構1年ぐらい前からそういったより深いつながりで皆さんとこう関わりたいなというふうなことは思っていて、で今回こうやって時間も一定作れたということでメンバーシップを開始しようと思っています。内容として今一番メインで考えているのは定期的な記事コンテンツの配信です。正直いろんなところで動画を作りまくっているので動画じゃないコンテンツが作りたいっていう思いが結構あるのと、あと僕自身テキストでメディアを読むことが、特にこういったメンバーシップでは増えてきていて、ニュースレターとか、あと、ノートとかのね、メンバーシップを登録しているものもあるんですよね。で、特に直近1年で日本のみならず海外の方からも、結構ね、見ていただくことが増えたので、記事コンテンツだと翻訳が割とワンボタンでそれなりの精度でもう出るじゃないですか。そういったこともあって、記事コンテンツとの相性はいいのかもなというふうに考えているという形です。ただ、これは皆さんとの関係性において成り立つメンバーシップでもあると思っているので、メンバーシップをやるとしたら、どんなものをやってほしいかっていうのもぜひ伺いたいです。よりこう皆さんの意見をこう取り入れられる場所、皆さんのニーズに応えられる場所みたいな場にはしたいと思っているので、ぜひ提案をください。こんなことをしてほしいとか。で、もっと言うと、メンバーシップもしやるんだったらぜひ入りたいという方がいらっしゃったら、コメントとか、あとちょっと質問箱みたいな匿名でコメントできるような場所も用意しておくので、そことかにコメントを寄せてほしいです。というのも、やっぱりどうしてもこういったメンバーシップの、性質上、
人数によってできることは結構変わってくるとは思っています。今のところは月々だいたい500円ぐらいを検討していますが、そういったメンバーシップで、記事コンテンツとかの配信ちょっと興味あるよという方、登録してみる予定だよという方は、教えていただけると、記事コンテンツ以外にやれることもありそうだなみたいなのを見積もりながら運営ができるので、ぜひぜひね、お知らせいただけると嬉しいです。何分僕も全くと言っていいほど見積もれてはいないので、ぜひぜひ始まったら登録するよみたいな方がいらっしゃったら、コメントもしくは質問箱の方にお寄せいただけるともう嬉しいです。ゆるいな。ゆるいが、なんか言うことあるかな。一つ言うならですね、直近ですね、ショックスのイベントに行ってきました。ショックスのオープンフィットプロですね。直近で出た新製品がありまして、これの発表会に行ってきたんですね。これがね、すごく良かった。正直びっくりしました。フォーカスモードという新しい機能が搭載されているんですが、ノイズキャンセリングとはまた全然違う、自分の生活に馴染む機能だなというふうに感じたので、普通に買ってしまいましたね。で、これ4万円するんですよ。この4万円という値段が割に合うのか合わないのかという観点でちょっと自分でも試して検証してみたいなというふうには思っています。今まだ予約受付中の期間なのかな。なので、発売されて実際にちょっと使い込んでみてからまた動画を載せると思うんですけど、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいですし、あとこういった割とリアルタイムでの情報は、このね、ショックスのイベントも、あとこの関東オーディオのスピーカーの話も、インスタグラムを中心に今動画を配信しております。ちょっとね、リアルタイムでのナンバーの様子が気になるという方はインスタのフォローいただけると嬉しいですし、X は今動いていません。はい。各種リンクから多分消えていると思うんですけど、アカウントだけ存在していて僕は全く手をつけていない状況です。これはですね、直近のポッドキャストでもお話をしました。X よりはインスタグラムを多分フォローいただいた方がいいかなと思いますし、ポッドキャストもね、ぜひ聞いていただけると、僕と、あと友達の宇津木くんと、毎週配信をしておりますので、こちらもぜひチェックいただけると嬉しいです。ということで、まとめましょう。結婚しました。独立しました。記事が載ってます。メンバーシップ始めたいので、いろいろください。そんな感じの内容ですかね。そして、今の自分の活動を改めて整理すると、まずはこの YouTube および、Instagram をはじめとした、インターネット上での存在。はい、ソーシャルでの発信ですね。そして、プレダクツという、デスクのブランドでお仕事を引き続きさせていただいております。こちらも、こまめに自分が手掛けた動画が載っているので、ぜひ見ていただけると面白いかなと思いますし、このデスクは非常にいいので、ぜひ買ってください。そして3つ目が、ポッドキャストですね。すでにもう更新8回くらい行っています。つい先日登録者数も100人を超えたくらいですが、はい、今後もちょっとね、何かのお供にラジオとして聞いていただけると嬉しいです。で、その他にもね、今話したメンバーシップをはじめ、どんどんとパワーアップしていく予定ですので、見ていただければと思います。そんな身のないご報告動画でしたが、これからも何卒よろしくお願いします。はい、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する、もうちょいライフスタイルに関する様々な動画を配信していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。また、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。今日はこの辺で以上、なごみけでした。では。